ケルン大聖堂に来ました。一泊フランクフルトに泊まったんですけど、もうフランクフルトを見るとこないなっていうのがあったから、もうその日の夜か次の日の朝ぐらいにケルンに行こうって決めて、で来ましたね。高速バスで2時間ぐらいで来れました。世界遺産も見とかないとなっていう感じですね。でケルン大聖堂っていうのがゴシック建築の中で最大級の大きさを誇る教会らしい。だから中もこんな感じで結構高さがあってすごい迫力満点でした。ちなみに余談なんですけど、作曲家のシューマンっていう人がケルン大聖堂を見て、その雰囲気に感銘を受けて交響曲の第3番のラインっていう曲を作曲したみたいです。で、世界遺産の特徴を発信してるチャンネルが言ってました。これが東方の3博士っていう旧約聖書に登場する3人のうち1人の棺桶みたいです。迫力満点で楽しかったです。で、クリスマスシーズンのドイツといえばクリスマスマーケットだからケルンの方もちゃんと行きました。でも一人旅の孤独さみたいなのをだんだん実感してきて、あまりやっぱ楽しくなかったです。正直ワクワクはしなかった。めっちゃ綺麗だったけど、何も買わずにただ中を散歩して風景楽しんだだけって感じですね。駅前でバグパイプ演奏してる人がいたから撮っちゃったりして、で夜から夜行バスでベルリンに移動しました。でベルリンでは友達の家に4泊させてもらって、その時の朝ごはんの映像、もう朝からサラミが出てきてめっちゃ海外味感じましたね。でその時に空きのペットボトルどうすればいいって聞いた時に、リサイクルしに行くとお金ちょっと返ってくるよっていうのを教えてもらったから、スーパーに行ってきましたね。そしたら25セント返ってきました。でその後ベルリンといえばベルリンの壁ということで、イーストサイドギャラリーに行ってきました。そのベルリンの壁のところに絵をわーって書いてあるところ、めっちゃ良かった。すごいパワフルさを感じましたね。でここで自撮り挟んじゃったりしてね、人に見られてないかキョロキョロしてながら。でこの手前のおじさん同士でキスしてる絵が一番有名な絵ですね。で一人で来てる男の人に写真撮ってって頼まれたから、ついでに自分も撮ってもらいました。もうめっちゃ人がいて、空いたら他の人がすぐに入るみたいな、列とかも何もなかったから大変だった。でその後に同じエリアにベルグハインっていう世界一入場が難しいって言われてるテクノ系のクラブがあって、そこを散歩してきました。超治安悪そうだった。でその後はおすすめしてもらった古着屋エリアに移動して、そこでいろいろ店を見て回りました。値段がめっちゃいいって思ったコートとかも多分日本で買うよりも安く手に入る感じ、もう感動しましたね。でこれがベルリン5日目で、ミュージアム巡りをしようと思って、この時は2つ行きました。1つ目が旧国立美術館で、2つ目がハンブルガーバーンホフ美術館っていう現代アートのやつ行きました。ベルリンってアートの街っていうのを知って、じゃあ行っとこうかなっていう感じで行きましたね。
雰囲気を感じようかなっていう感じで。横場でベルリンからベルギー出発です。